こんにちは、伊藤浄一です。今日はシャークフィーディングから来るクリエイティブな学びの話をしたいんですけども、このシャーク、サメに餌をやるっていう活動の先生僕やってるんですけども、サメってすごく面白いのは、やっぱり怖いっていう気持ちみんな持っていて、で、その怖い気持ちを乗り越えると、すごくその怖い気持ちが、エネルギーになるんですよね。だからやっぱり緊張感ってすごく重要で、緊張感なき、ただボヨンとしてるっていうのってなかなかクリエイティビティは湧かないと思うんですけれども、で、シャークの時もすごくいろんな理論のところ、このどのシャークで、今どういうシーズンでどういうふうに動いてるかっていうのを理解して、で、シャークのフィーディングの技術的なところがあるんですけども、ただ入ってシャークがぐるぐる回って、その恐怖を乗り越えると、すごい気持ちいい動きで、シャークっていうのは、彼はアンピュリー・オブ・ロレンジーニって言って、すごいセンサーがあって、電気が見れるんだよね。だからシャークが来て、魚をやるときって目をくるってあげて、口を開けて、口の周りにブチ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 って手があって、そして電気が見れる。そうすると、これは仮説ですけど、心拍数とかも、レントゲンみたいな形でシャークって僕ら全部見れて、で、こっちの気持ちだとか、こっちの動きにすごく反応するんですよね。そうするとシャークがぐるぐる回っていて、で、瞑想みたいな感じで自分を落ち着かせて、そしてこうやって餌をやるんだけども、で、そのタイミングとか、指揮者みたいな感じで、そうするとシャークも結構2メーターぐらいのシャークだとぐるぐる回ってぶつかってきたりして、で、ゆっくりしちゃうと、つまんなくなって逃げてくるし、早く出しすぎちゃったりすると、シャークも緊張しちゃったりするので、そのシャークの気持ちをうまくコントロールしながら自分の恐怖を乗り越えて、で、自分の心拍数も下げて落ち着いてやっていくっていう、この感覚で、シャークのボスではなくて、シャークも自分のボスではないっていう、このシャークの関係性っていうのを、それをまたすごくちゃんと圧力を計算して、それもカメラも持っている人たちも全部コントロールする、すごく面白い、自分の身に危険がある現場なんですよね。で、そういう意味でその映画の現場、だから映画の現場なんかも僕もやってたんだけども、やっぱりこの緊張感とこのクリエイティビティとこのスピードのタイミングのバランスってすごく重要なので、だから現場監督になるのとシャークフィーダーになるのってすごく実は感情的なスキルと脳の中の構造って似てるんじゃないかな。まずそもそも僕ダイビングの先生なんですけども、スクーバダイビングっていうのは理論のところと実践のところがすごくとても重要で、圧力だとかいろんなサイエンスを元にした数字だとか理論のところを理解しながら、それをちゃんと実践で動けないとちゃんとうまくいかないし、全然楽しくないのが重要なので、僕はクリエイティビティっていうのは手を動かしながら大きいところを考える。頭を雲の中、足は地についてるって、これがすごく重要で、僕が好きなクリエイティブっていうのはそれ両方あるんですけども、だから、アマラズ・ローっていうのがあって、で、これは技術っていうのは大体、短期的なインパクトみんな多く、期待しすぎて、で、中長期的なインパクトは低く期待しすぎちゃうっていうのと、あとはやっぱり盛り上がっちゃうと盛り上がりすぎなんだけど、今ちょっと Web3 もお祭りっぽくなっちゃってる部分もある。ちょっと前までみんな全然気にしてなかったんで、だからアクセルを踏みながらブレーキを踏まなきゃいけないっていうイメージかもしれないけど、でもここもちょっと微妙に違って、アクセル踏んでブレーキ踏むと何も変わんないわけなので、だから上げなきゃいけないところと落ち着かせなきゃいけない、このバランスってすごく重要なんだけれども、でそういう意味でシャークフィーディングもやっぱり激しいシャークからはちょっと引きながら、ちょっとエネルギーが切れて向こうに行ってるシャークには餌やって呼び込むっていう、そのシャーク一匹一匹のこの温度をちゃんとチューニングをして、で、みんなぐるぐる回りながらお互い喧嘩せずに、離れず自分も噛まれないようなこのバランスすごく重要で、だから今、それを例えると、今、日本でWeb3 の改革をしなきゃいけない中で、いろんな政治家とか官僚がいて、反対してる人たちを餌で呼び込むし、激しく盛り上がりすぎてる人は少し離れるみたいな、それにも距離感は似てるんじゃないかなと。